今回ね、前回のクアラルンプールからの続きです。クアラルンプールから、チャンギ国際空港の方に移動してきまして、今からね、また乗り換えて、スクートの方で、ジャカルタの方にね、一旦向かって、一泊してから、ジョグジャカルタの方にね、明日向かっていきたいと思っています。ジョグジャカルタからジャカルタの間の飛行機が本当に変更が多くてですね、今回行きも帰りも変更に合うっていうとんでもない目に遭いました。後で調べたら定時運行率 17% っていう結構ひどいんですよね。そんな中ですね、ジョグジャカルタのグルメもしっかりと堪能できました。アマンジオっていうね、もう最高級なランチをいただきに、ご予約の方を日本からしていきまして、ジャワ料理の方をね、しっかり堪能させていただきました。ボルブドゥール寺院もね、こっから見えるんですんげえいい景色でしたよ。ジョグジャカルタといえば世界遺産。いろんな寺院がたくさんあるんですけど、その中でも主要なところはしっかり回れたと思います。それではね、ジャカルタ到着のところからご覧ください。どうぞ。ジャカルタスカルノハッタ空港でアハモの通信しっかり使えてます。なんかすげえ、これをなんか読み込んで、もう一回なんかビザのなんか打ち込みをしないといけないとかって言って、日本で事前に入力してても結局意味なかったわ。日本で一回支払いの方5000円ぐらいですね、終わってから空港でもう一回やらないといけないっていうことが気づきました。なんとかね、出国できたんで助かりましたけど、さあ今からちょっとホテルのピックアップね、お願いしてますんで、待ち合わせ場所にね、ちょっと向かっていきたいと思います。ジャカルタのスカルノハッタ空港に到着しました。WhatsApp だとウエストロビーで待ち合わせって言ってんだけど、どこなんだろうな。ホテルのドライバーが指定した場所がターミナル3のウエストロビーだったんで、ちょっとターミナル2で降りた俺はもうスカイトレインに乗るっていうのをもう忘れまして、ターミナル2の外で待ってて、WhatsApp で連絡取ってケンタッキーフライドチキンの前で待ってるとね、もうものすごい客引きのおじさんが来る。タクシーの綴りが TAKSI なんですね。いやー、通話で来られると結構英語がペラペラペラっと喋られるとちょっとよくわかんなくなっちゃうから、もうあれだったけど、なんとか合流できそうです。あと2分ぐらいで着くからちょっと待っとけと言われました。いや、なんとか合流できました。助かります。ありがとう。ありがとう。don't go from KFC. KFC But the letter, where do you go, sir? Maybe my plan. わあ、こういう屋台っぽいのがすごいたくさんね。無事にホテルの方到着しました。今日はフェアフィールドバイマリオットホテルです。やっぱいいですね、マリオット系列。素敵なホテル、綺麗。おー、いい感じじゃん。冷蔵庫とちゃんとスリッパもある。助かる。わあ、洗面台も近代的でおしゃれですね。トイレもウォシュレットはついてないけどティッシュ流せるだけ助かるね。さすがマリオット、綺麗なシャワーがついてる。アメニティもちゃんとついてますね。大きなモニターと小さな作業台に使えるテーブルですね。なんとこちらの部屋、今回がポイント宿泊ということで、ポイントが確か9000ポイントぐらいだったと思うけど、もう全然高くない。めっちゃ良かった、使って。こんな嬉しいメッセージ付きで、やっぱりマリオット使っててよかった。やっと飲める。ビンタンビールいただきます。うめえ。やっと食事できます。今時刻は11時ぐらい。チキンのシーザーサラダと、こちらフィットチーネのパルメザンチーズとガーリックのパスタいただきました。ちょうどいい辛さ、鷹の爪の加減とガーリックがちょっと効いて、フィットチーネもね、めちゃくちゃ硬いわけじゃないけど、ちょうどいい歯ごたえでね、後味でちょっとパルメザンチーズきてうまいね。シーザーサラダのこのちょっと炙ってある感じのスモークのチキンがめちゃくちゃ美味しいんだよね、これ。それとサラダはシーザーサラダなんで想像できる味ですね。
まっ。野菜にシーザードレッシングめっちゃ絡んでてめっちゃうまいこれ。ビンタンビールもすごい炭酸強いわけじゃないけどすっきりした飲み口でグビグビいっちゃうからこれは危険だね。このパンみたいなやつは残しましたけど無事に完食しました。ごちそうさまでした。明日はジョグジャカルタへ移動します。おやすみなさい。おはようございます。2日目の朝です。今からホテルの送迎で空港のターミナル3の方に向かっていきます。朝食にサンドイッチとコーヒーの方をいただきました。いやー、とっても快適な宿でした。お世話になりました。こちらですね、送迎のです。朝の5時なんですけど、意外にもバスの中満タンで空港に向かっております。もう朝の渋滞とは思えないぐらい車の突っ込み合い。ジャカルタのスカルノハッタ空港に朝5時ちょっと過ぎ到着しました。国内線の乗り場はこちらみたいですね。こちらシティリンクの774ジョグジャカルタ行きですね。空港に到着しましたが、ちょっと朝飯が邪魔なんで先に食ってから中入っていこうと思います。結構立派なサンドイッチ作ってくれてました。うめえ。サンドイッチとなんとパンとフルーツスイーツまでついてた。ありがてえ。にしても朝からボリュームしっかりあるなこれ。ちょっと今ね現金持ってないんで今からちょっと現金下ろしてね行こうと思います。ジョグジャカルタ行ってないことはないと思うんだけど一応ここで下ろしても一緒なんで下ろしていきます。 ATM で無事100万ルピアですね、約日本円にして1万円ぐらいキャッシングの方していきました。国内線のね出発ゲートの方に向かっていきます。こちらが出発ゲートのようですね。いやー、この吹き抜け間の空港すごい大きいですね。うわー、すげえ。国内線果てしなく遠くなんだけど、18番ゲートのすぐ真横にブルースカイラウンジがあったんで、こちらプライオリティバスで入っていこう。軽い軽食やこういうなんかこう自分で入れてなんか作る麺みたいなやつがあったりとかありますね。18番ゲートに到着しました。今日はね7時5分発のシティリンクの飛行機でジョグジャカルタ向かいます。Thank you。色のついた席に座らせていただいて、少し広めなんでしょうか。シートピッチは普通に拳1個分。ジャカルタの空港めっちゃくちゃ綺麗な。途中インドネシアのなんか山脈みたいなのが見えますね。ジョグジャカルタ空港に到着ですね。ジョグジャカルタ空港に到着しました。今からね鉄道の方乗ってジョグジャカルタ駅の方向かいます。いや約ね1日ぐらいかけてジョグジャカルタの方まで移動してきましたけど、ここまでね結構順調に来れました。すごい装飾あるよこれ。何これ。なんかこれインドネシアっぽい感じの壁になってますよね。すげえおしゃれなんだけど。さて鉄道の駅探さなきゃいけないんですけど、どこでしょうかね。ここが出口ですね。さて出口出ると早速鉄道は一旦外に出て矢印方向に向かえば良さそうですね。出て正面出て左。うわ、ジョグジャカルタ空港ナイスロケーションじゃんこれ。そんなむちゃくちゃね広くないんで、出たら案内標識もしっかりありますし、全然迷うことはなさそうですね。うわー、すげえいい作り。ここですね。ここでチケットを買えばいいのかな。 50,000 rupiah. Yes. Yeah. For the invoice, and this is for the ticket. Time departure at 8:42. That you can board now. And for the seat number executive 3, 8B. Yeah. Okay.
price 50,000 rupiah. OK You can pay with me. Thank you. Thank You you. can board now. Yeah. 普通列車ですと2万ルピアで行けるんですけど、もう席がなくて5万ルピアの特急券を買って移動することになりました。ここかな、 8B はここだ。 8B ありました。電車でも充電はできそうですね。さっきの ID 入れるとこ何だったんだろう。あれわかんねえよな絶対。空港の駅を出発しました。すげえ、田んぼの風景がすげえ。なんか赤屋根がちょっと沖縄っぽさあるんだけど、南国ってやっぱこういう感じなんですかね。こっち来て思ったんだけど、インドネシアの人みんななんかすげえ手厚く優しいよね。なんかあんな切符買えなかったりとかしてもあれだし、空港の送迎にしてもそうだけど、なんかすんげえ優しくしてくれるんだよね。マジでいい国だわ、ここ。ジョグジャカルタ駅に到着しました。すごい人の数ですね。タクシーの客引きめちゃくちゃ多い。グラブのピックアップポイントがあるんですね、ここ。とりあえずグラブのバイク捕まえたんで、これで一旦ホテルにね、荷物ちょっと置きに行きたいと思います。このね、アルファマートの前で約束したんで、ここでちょっと待ちます。道行くおじさんがタクシーだタクシーだって声かけてくれます。めっちゃ面白い。もうそろそろムハンマドくんが来るはずだけど、 AB のムハンマドさん来ました。ジョグジャカルタからチャンネル登録よろしくお願いします。市内はね、本当にタクシーが多かったです。途中のね、こういう道沿いにはね、こういう屋台っていうんですかね、こういう商店がいろいろ広がってる風景もインドネシアっぽくてすげえよかった。着きました。バイククラブ乗ってプランバラン向かってます。9世紀にできたヒンドゥー教の寺院プランバナン寺院にやってきました。別名ロロジョグラン寺院という遺跡の群がある地域ですね。ブッキング .com でチケット取ったんですけど、一旦カウンター行って引き換えのようですね。プランバナン寺院に徐々に近づいていってます。入り口入ってプランバナンの正面にやってきました。すごい壮観ですね。プランバナン寺院にやってきました。とうとうここまで来ました。すごい。この石造りの彫刻は圧巻の作りですね。これが1、2、3、4、5、ちょっと数えきれないぐらいありますけど、このね、中間の石のところにこう仏像の彫刻があるんですよね。これがすごい。この下を見てもこういうのがね、いたりとか、こういうウサギなのかな、なんかこういう彫刻もある。すごい。あ、これは猿だ。このね、寺院にね、入っていけるんで、俺もちょっと入っていきたいと思います。ここにシバ神が祀られています。壁の彫刻も非常に美しいですよね。この中腹のところに、こういう寺院のね、建物の中を歩けるような場所があります。こういうところの仏像がすっげえ美しいよね。すごい、これが9世紀からあるっていうことは、軽く1000年以上ですもんね。よく風化せずに残ってるなとは思いますけど、途中新しそうな石があるんで色変わってて、こういうとこを修復してるんでしょうかね、やっぱり。こういうね、細かいところがすっげえ魅力的。途中ね、こういう細い道がありますね。何気にシーサーっぽいのがいるんですよね。やっぱ沖縄も東南アジアのこの結構流れ組んでるんでしょうね。こういう塔になってるのが権威の証なんでしょうか。有名なガネーシャさんがおられました。なんか力がもらえそう。ガネーシャは障害を取り除い福を招く神のようです。ガネーシャちょっと触れられてご利益あるかもしれませんね。
シバ神の妻ドゥルガーの前です。これがもうずーっとね、他の塔にもこの高さのところにはあります。こちらはビシュヌという神様が祀られています。いや、こういう一つ一つの塔にね、神様が複数に祀られてたりとか単体だったりとかするんですけど、このね、壁の模様にもね、すっごくなんか物語があるなって思ってて、それがすごいこういうとこの楽しさ、見方を変えれば面白さなんじゃないでしょうかね。やっぱりね、真ん中のところのシバ神がいるところね、ここが一番やっぱり大きくて、4体神様が祀られている塔ですね。こうやってところどころ塔がない部分もあるんでしょうけど、これは多分こう年数が経って腐食して壊れてしまったんだと思いますね。せっかくプランバナン来たんで、残りの3つの寺院も見ていこうと思います。1個はルンブン寺院ですね。ルンブン寺院の方にやってきました。やっぱりプランバナンに比べるとやっぱ小さいから地元の人が行かない理由がわかるな。ほぼ外人しかいない。ルンブン寺院の跡地にはもう神様はもう今はご神体はないみたいですね。どこ見ても空洞です。これもね、なんか痛々しいですよね。寺院2つ目、ブブラ寺院ですね。ブブラ寺院、すごい景観いいですよ。奥の3つの中でも一番大きいセウ寺院ですね。やってきました。ここはちょっと規模感が大きそうですね。近寄ってみましょう。入り口両脇には立派な像がいます。ちゃんと寺院を守ってますね。こういう首や手が取れたのは昔の戦争の名残みたいです。ちょっと寂しい感じしますね。一番奥にあるセウ寺院もプランバナンに負けないぐらい結構立派な高さと戦闘なので、見に来てはいかがでしょうか。それではね、ちょっと中に入ってみます。わー、すごい涼しい。むちゃくちゃ涼しくなる。5度ぐらいは違う感じする。仏像があった時はここに光が当たってるんで、綺麗にここに飾られてたんでしょう。なかなかセウ寺院も見応えありましたよ。さあ、プランバナン寺院ね、4つ全部回りました。ちょっとお昼の時間で腹減ってきたんで、どっか近くのレストランかね、どっかショップに入ってみたいと思います。セウ寺院の奥の方から出口出てみました。なんかローカル感強めな飯屋がたくさんありますけど、ちょっと怖いですね。グラブで行ってもいいかなと思ったんですけどね、フラオサン寺院にちょっと歩いて向かってみたいと思います。いやー、ちょっと歩いてるんですけどね、ローカル感強すぎてちょっと店的に怖そうなお店が多いので、勇気がちょっとなかなか出ません。美味しそうなのありますね。これ飲んでみようかな。一回氷を直接畳んで、なんか甘いもの入れてくれてる。そこ氷と甘いものなんか混ぜてくれてるね。ああ、これはうまそうだ。見た目甘い紅茶ですけど、どうでしょうか。ちょっと飲んでみようと思います。ああ、想像通りだ。蜂蜜効いた甘いドリンク、うめえ。いやー、生き返りました。これめっちゃ甘くてうめえわ。お、なんかここも美味しそうなヌードルがあるから、これ食べてみようかな。ここも超ローカル感強いけど、いやー、味があっていいね。ここインドネシア来たって感じの風景ですね。すごい。ここで麺を入れるんだ。うまそうだね。野菜もめっちゃ新鮮そうじゃん。いいね。いいね。ローカルな麺で昼食をいただきます。味付けは何なんだろう。チリソース入れるとうまいよっておすすめされました。後で入れてみようと思います。なんかもうスパイシーな香りがするんですけど、
麺は割ともちもちで、そんなに食べにくくなかった。味はスープカレー味にちょっとスパイス効いてる感じで、これは鶏の軟骨、そしてもろ黒い手やね、これ。チリソースを入れてちょっと味変してみます。これね、食べていきます。いいなこれ。水いただいて飲んだんですけど、これ飲料用の水なんでしょうか。本当にちょっと不安ですけど、明日払いたかったらマジでやばいです。胃が大丈夫かだけマジで心配です。大丈夫なことを願っててください。バックや、ここ服周りね、こうやって商店街がちょっとこうやってあったりとかして、唐揚げとかね売ってたりとかしますね。美味しそう。こちらがプラオサン寺院ですね。ではちょっと入場料みたいなんでお金払って行ってみたいと思います。ローカルだと1万ルピアで、外人からだと5万ルピアでした。だいたい500円ぐらいですかね。さっきのセウにもありましたけど、こういう強そうな守り神がね、こう入り口にいます。3つ並んでまして、一番こちらが奥の方ですね。行ってみます。こうやって見るとプランバなんてそんなに作りは変わんないんだけど、微妙にね、石の包み方だったりとか、そういうのが違う気はします。こっから靴を脱いでくださいということです。いや、こういうとこ中入るとほんと涼しいですね。2体の像がありますけど、全部首だけ取られちゃってますね。こっちも壊されちゃってる。残念ですね。プランパン寺院の真ん中のところにはシバ像と他の3体の像が祀られていました。残ってましたね。素晴らしい。このプラオサン寺院はヒンドゥー教じゃなくて仏教みたいで、他のとことはちょっと違う宗派なんだけど、シバ神が飾られてたりとかしましたよね。なんでなんだろう。インドネシアの空軍博物館の方に向かっていきます。ここはなんか事前に観光かなんかで予約していくとスムーズに入れるみたいですけど、自分の場合なんかゲートのところでパスポートを預かるからって言ってパスポート預けてきたんだけど、大丈夫かな。すごいこれ日本のゼロ戦を見に来ましたけど、ダイブボンバーって書いてある。だいぶひどいこと書いてあるね。これがゼロ戦ですか。感慨深いものありますよね。日本のゼロ戦をね、こんな本物を見れるなんて思わなかったんで、ジョグジャカルタ来た際はね、ぜひこの空軍博物館来てみるといいと思います。いやー、ゼロ戦見て思いましたけど、やっぱり戦争はね、ほんと良くないですよ。今起こってる戦争も早く終わることを願ってます。シェラトンホテルにチェックインします。なんとすべてポイント無料宿泊。やべえ。なんと俺は今日249のジュニアスイートルームをアップグレードしていただきました。2部屋もあって超無駄なんだけど、これはすごい。こんな感じのね、キングサイズのベッドがあっていいね。トイレもシンプルですっきりですね。シャワールームとバスタブが別になってます。嬉しい。それと洗面台も真っ白で清潔きれい。水があってすげえ美しい。さあちょっとプールがあるっていうんで、ちょっと見に行ってみますか。またコーランの時間でちょっとすごいですけどね。うわーいいね。こういうことですか。プールに入りながらここで飲み物買えますよって、すげえじゃん。いやー、このプールの感じめっちゃいいわ。
いやー、癒されるわ。めっちゃ突っ込んでくるね。こんなのいけんの？めっちゃ来てるんだけど、信号ないとこで。こちらがマリオボロ通りの一番端っこですねにやってきました。あそこにね、ほら馬がいるのがここの特徴なんです。しかしすげえ交通量だな。これもう戦争だわ。春のねマリオボロ通りにやってきてます。ここでちょっとなんかね面白いものちょっと見つけてからちょっと夜飯の方ねちょっとどっか食べに行きたいなって思ってます。マリオボロ通りのちょっと脇あるとこういうなんか市場みたいなのがあった。なんかこういうね市場になってるんですね。ワンピースのパチモンとか売ってる。まあこういうねちょっと生地っぽい感じのお店が多い通りでした。ジョグジャカルタ一の繁華街だけあって結構若い子がたくさん出歩いてますね。この辺とかも若い子ばっかりが目立ってます。こちらがマリオボロ通りにある巨大なショッピングモールですね。この辺が多分一番の中心街なんでしょうね。グラブさんいました。すげえ馬車走ってる。普通に車と一緒に。わーなんかローカルっぽい雰囲気だ。ちょっと分かったんだけど、なんかこういうローカルっぽいとこってあんまりアルコールはないんだよね。なのでちょっといいレストランとか行かないとなんかアルコールに出会いなさそうってことで今向かってます。うわすげえわこれ。こちらサンキュー。ゆるい音楽が流れてる中庭でいただけますね。ビールジャワっていうトラディショナルドリンクがあったりとか、ライムのジュースがあったりとかしますね。もちろんソフトドリンク、そしてまあ南国っぽいちょっと甘いドリンクとかね。俺が頼んでみるのは今日はパラダとチキンチーズボール、それとこれいただいてみようかな。ジョグジャで一番こうジョグジャらしい料理を出してくれるんじゃないかなっていうことでちょっと1日目来てみました。ジャワビールの方をやってきました。早速いただきます。ちょっと泡の色がなんか淡いピンクっぽく見えるんだけど、これちょっと不思議ですね。うめえ。なんかビールのこの泡のとこにスパイシーな香りが入っててすげえうまいこのビール。あれなんかじゃがいもかなと思ったら中じゃがいもだ。すごいこのソースがすごい酸味あってすごい暑いね。この季節にはすごい食べやすくてうまい。お次はサンガラというジョグジャカルタのオリジナル料理ですね。肉身ホロホロでめっちゃ食べやすいんだけど、外側にココナッツミルクついててめっちゃうめえ。なんか野菜ついてんだけど、これ取っていくと開いてこれが食べやすくなるっていうそういう仕組み。これはチキンチーズボールって言って全然ジャカルタらしくない食べ物です。2杯目もジャワビールいただきました。これ冷えててうめえわ。いやマジでみんなでツーリングしてるみたいでめっちゃ楽しいわこれ。ホテル帰ってきました。さてちょっと部屋に帰って仕事でもしましょうかね。俺のアジが来てないです。30分ぴったりになったら来るんですねきっと。今日は有名な地中海レストランメディテラニアレストランにやってきました。さて行ってみますけど、わおめちゃくちゃ並んでるけど並んでる。いろんな料理あるけどこれはなんか量がビッグとか多そうなんだけどな、あんまりいらないんだけど。スープも4種類、パスタも10種類近くあるかな。
メインはこのビーフのステーキのようです。なかなかおしゃれな店内で個室の方に入れていただいて、アンカーのねビールの方ラージサイズ入れいただきました。意外と薄いビールかなと思ったんだけど、しっかり濃く感じられて美味しいよ。なんとインドネシア来てもツナが食べられるとは思ってませんでした。しかし上品に仕上げられてるね。うまそう。野菜もちゃんと取らなきゃねってことでスモールサイズのサラダの方をいただきました。この緑色のやつおしゃれなわさびだったけどね、そんなに辛さはない。多分粉わさびをちょっとアレンジしてる感じだと思う。それとここの下の付け合わせのところにピクルスが入ってるんだけど、ピクルスとねこのツナが意外に合うなっていうのはびっくりしました。マッシュルームスープの方を合わせていただきました。なかなかこのマッシュルームね濃厚に作られてるんで、このちょっとねオリーブをちょこっと入れた感じがねすっげえコクが出て美味しい。塩だけじゃないスパイスがなんかピリッとしてて、このマッシュルームスープめちゃくちゃうまいわ。アンチョビとこれカツオフレークだった。それとオリーブにトマトに卵、それとレタス、キュウリに少しコーンが入ってます。それとピーマンはめちゃめちゃ健康的だねこれ。いやー結構おしゃれなお店、ほぼ外人でした。ごちそうさまでした。アジ来た、アジが来た。ナイスバーバーショップ。アジ知り合い？おお、水だこれ。いいね。すごい前髪の流し方が独特。エリありがとう。ありがとうございます。イエーイ。明日も朝8時半にアジと約束してるので、それまでゆっくりします。おやすみなさい。おはようございます。ジョグジャカルタ2日目の朝ですね。とりあえずトーストとオムレツ、ホットコーヒーの方をいただきました。ヌードル？ Yes, noodle. ああ、スープ。 This is soup. スープ。 Chicken soup. チキンスープ。 Yes, chicken soup. ああ、じゃあ what this one please? Wanna try this one? Yes, yes. The soup is enough? More? あ、more. From the cutleries. これスパイス。This is the spicy. Yeah. Very spicy. And this is little bit spicy. OK。 And this is for the freshness. This is sweetness. ちょっとねチリソース入れて辛くしました。おいしそう。美味しい。このチキンスープがね野菜の旨味がすんごい出ててめちゃくちゃうまいんだよね。この後ボルブドゥールへ向かい圧倒的な順位に心打たれました。次回はこの時の様子をお送りします。今日もアジと合流して宮殿の方、王宮の王様が住んでるっていう宮殿の方にねちょっと向かってもらってますので、そちらに案内してもらいます。今日はこの後空港に昼ぐらいに向かうんですけど、それも全部込みで30万ルピアでしたので、まあ結構お得に観光させてくれるアージさんめちゃくちゃいい人なんで、ぜひ概要欄に連絡先貼っときますんで、そちらに連絡してもらうと値段交渉して1日お付き合いしてくれると思います。おお、
How much これ How much うんうん。はいはいはい。ああ。はい。はい。日本の王様も結婚するとき、これ乗る。みこし乗る。今も。Now。これは、このみこしは、1827年。はい。うん。ああ。すごいナイス。1871年、オランダ製。オランダ製ね。昔はすごい馬車の数々が王様のね歴史を物語ってくれてます。こちらは馬車とかね、そういう王様の歴史をこう学べる鉄道博物館だとアジは言ってました。ジョグジャカルタ王宮の方にやってきました。チケットは25,000ルピアでした。こうした影絵のね芝居が見ることが平日の10時から上演の方をしているそうです。こちらの影絵の方はね、横で見るとここに多くの演奏家の人たちと一緒に喋り手もいるような感じで作られていますね。こちらは王宮宮殿の広間なんですかね。やってきました。この柱の装飾がねすごいインドネシアっぽくて美しいですね。先ほどの広間に続く通りの反対側ですね。ずーっと奥行くとやっぱり装飾、ジャワの装飾ですね。上の欄間っていうんですかね、このシャンデリアになってるところとか綺麗ですよね。少し奥に入ってきたところです。こちらに王様がいるんですかね。さすがにでもここまでは近づけないか。お祈りかなんか捧げる場所なんでしょうかね。こちらが王様の食卓みたいです。王の権威を感じられる素晴らしい建物の数々でした。ジョグジャカルタ王宮の近くにある離宮の跡であり水の王宮と言われているタマンサリの方にやってきました。水の王宮と呼ばれるだけあって多分水の景観が美しい場所なんでしょうね。この奥っぽいですね。さっきと同じ王宮にあったこの顔、やっぱりこの壁のね装飾がすげえいいですよね。ぐるーっと一周回ってみますね。後ろ側はこんな感じになってますね。ずーっと一周して周囲約どうでしょう、200メーターぐらいの大きさでしょうかね。こんな感じになってます。熱帯の国に水の宮殿、そしてこの水のせせらぎの音を聞きながらいたらすげえ時間が止まったいい空間ですよ。外に出てきてからも見応えがありました。この壁の装飾素晴らしい。さてタマンサリを出てきました。ちまきみたいなのもある。わすげえハエよけみたいなくるくる回ってる。面白い。このおばちゃん麺を売ってんのかな。アジに連れてきてもらってこちらのデュータミナンっていうなんかレストランに連れてきていただきました。なんかローカル的な感じのお店ですね。何が食えるんだろう。なんかカレーのようなものと
こちらのエビチリみたいなやつですね。またいただきました。おお、手で食べるんですね、ジャワの人は。おお、手びち。おお、手で食べるの初めてですね。Ya, ano?めちゃめちゃローカル感たっぷりのジョグジャカルタのレストランでアジと一緒に食事しました。なんか空港に行く前に車を交換するってどれになったんだろう。これ、おお、なんか良くなったじゃん。ナイスナイスナイスか。オッケー。ありがとうアジ。また来たらよろしくね。はい。に乗せてもらってジョグジャカルタ空港に到着しました。行きも帰りも変更にあったんで頼むで、このまま普通に飛んでくれ。アジの話だとライオンエアはマジでやばいから乗るなって言ってたけど、今回は帰りもバルティックエアだからなんとか良さそうだけどな。結構スカーンと何もない感じの綺麗な、まだ新しい4年前に就航された空港みたいですね。今回帰りはバルティックエアのビジネスクラスの方を予約しました。なんかジョグジャカルタ空港にあるモニュメントすごいですよね。分かりにくかったんですけど、ゲート3前のラウンジプライオリティパスで無事に使えました。おお、なかなか揃ってるナイスなラウンジじゃん。いや、なかなか快適な空港のラウンジでしたね。ボーディングタイムに来たんですけど、まだ飛行機すら来てません。やっぱりこのジャカルタっていうところは飛行機の時間ずれるのを想定して動いていかないと本当に怖いですね。逆に早いっていうパターンもあり得るんで、時間にゆとりを持って動いた方が良さそうですね。あ、今来たっぽいですね。いや、Thank you。ボーディングが35分遅れ。こちらがビジネスクラスのシート。おお、ゆったりしてるね。やたらシートゴージャスですね、バティックエア。前の2612席ですかねがビジネスクラスの席です。機材はエアバスの A320 ですね。うわ、ライオングループだったんだ、バティック。Before takeoff, security assistance, please don't hesitate to call our flight attendant. さあ、間もなくジョグジャカルタ空港を離陸します。バイバイジョグジャカルタ、すげえ楽しかったよ。また来るからね。なんかこのビジネスクラス食事ついてたみたいなんですけど、また後でスクートでいただくんでコーヒーだけいただきました。このスイッチすべて壊れてました。何にも動きません。遠目にはジャカルタ市内が見えてます。すごいビル群です。今回のジョグジャカルタ編はここまで。インドネシアの方のすごい優しい気遣いに触れて美味しい料理も堪能できました。本当にね、インドネシア来てよかったです。また来たいなって思えるすっごいいい旅でした。少しでも役に立ったなという方、面白かったなという方、グッドボタンと高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回会いましょう。今回の旅でプラチナステータスに到達しました。無事にスーパーフライヤーになって今度はダイヤモンドステータスを目指します。次回ボロブドゥール編をお楽しみに。トムのグルメ旅は一人旅専門チャンネル。
少しでも参考になったという方、グッドボタン、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。